皆さん、こんにちは。前回配信からかなりの時間が経過してしまいました。なんとか気持ちの整理も落ち着きました。お時間いただきありがとうございました。さて、気持ちを切り替えてイグニッションコイルの交換です。プラグと各種パッキンも一緒に交換しちゃいます。ディーラーでの見積もりです。税込み72,000円。高い。教科書は YouTube で DIY しちゃいましょう。Amazon でポチッと。プライム会員で翌日の午前中に届きました。3点セット、格安の 13,643 円。プラグ、かなり細いですね。続いてイグニッションコイル4本。プチプチで個別に梱包されています。純正品との差がわかりませんが、しっかりとした作りで、見た目は問題なさそうに見えます。セレナの場合、インマニを外さないとコイルの交換ができません。100均系は交換した方が無難。それほど手間でもないので交換しましょう。それではこの3点を取り替えていきます。Y Style。とりあえず邪魔なものはすべて取り外します。まずはヘッドカバーから。ヘッドカバーは見えているボルト2本と、オイルゲージ側に爪が2本下向きに刺さって止まっています。ボルト2本外したら上方向に引っ張り上げると外れます。エアーのインテークダクトは事前に取り外しました。この部分に爪が刺さっています。インマニが見えました。これを外さないとコイルの交換ができません。4番目のコイルだけ見えています。引き続き必要箇所を取り外していきます。インテークパイプ、スロットルボディ、センサー関係を外していきます。このプラスボルトが異常に硬かったです。このままでは舐めてしまいそうなので油をさして、ドライバーの先が太いものを使用。力を押し付け、なんとか無事回りました。あとは爪のようなものが刺さっているので、引っ張り抜きます。インテークパイプはバンド2本で止まっています。赤丸4箇所のボルトで止まっています。ボルトの大きさは8ミリです。ここも少し延長した方がすんなり作業できました。カプラーを外してしまうと前傾学習が必要になります。今回はカプラーを外さなくてできるのか試してみます。スロットルボディ内部もかなり汚れが目立ちます。清掃方法ですが、直接溶剤を吹きかけてはダメみたいです。ようやくインマニの取り外しです。インマニは9本のボルトで止まっていました。ボルトの位置はこんな感じです。インマニの前の部分です。ボルトも奥まった場所にあり、その他邪魔になるものもあるので、ガジェットの延長が必要です。マグネット付きの工具を使うと安心して作業ができそうです。スロットルボディ付近のボルトです。こちらもかなり奥まった場所にあるので延長が必要です。その他に赤丸部分にボルトがあります。左奥部分には L 字金物でボルトが止まっています。この L 字金物、インマニを取り出す際、
邪魔になるので先に取り外しておきます。見えませんが、下向きにボルトがあります。こんな感じの L アングルが取り付けられています。やっとインマニを取り出せました。なかなかの汚れ具合ですね。普段取り外すことがないので、何年振りの登場でしょうか。汚れが目立つところはパーツクリーナーなどできれいに仕上げます。カプラーを外し、イグニッションコイルを取り出してみます。イグニッションコイル1本に対して1本のボルト止めです。ボルトが外れたら、あとは引っこ抜くだけ。どの部分が故障しているのかわからないぐらい、見た目は綺麗なんですけど、内部がやられているんでしょうか。プラグの方はバッチリ見た目にわかりますね。新品と比べたらひどいものです。よくこれで点火してたんですね。先の方のチョボがなくなっています。プラグとイグニッションコイル、新品を取り付けました。続いて汚れている箇所の清掃です。こちらのパッキンも新品に取り替えます。これで取り替え作業は終わりました。あとはすべて元通りに戻すだけです。Y style. エンジンの調子はどうでしょうか。エンジンをかけていなかったのでアイドリングは高めです。今のところ警告灯以外は問題なさそうなので少し走らせてみます。交換する前は加速ができず信号待ちではエンジンが止まりそうでしたが、現状問題なく好調な走りです。警告灯はディーラーでコンピューターをつないで消す方法や手動で消す方法などありますが、今回は元プロ整備士の K さんに教えてもらった方法で消してみたいと思います。その方法とは、バッテリーのマイナス端子を外し15分程度放置。これだけです。さて、どうでしょうか。あれ？ついちゃいましたね。元プロ整備士の計算曰く、絶対に消えるとは言い切れない。ダメな時はディーラーに持って行ってください。とのこと。翌日、手動方法で自分でやってみてうまくいかなかった時は、ディーラーに持ち込んで消してもらおうと。とりあえず洗車に行き、自宅へ戻ろうと車を走らせました。警告灯が消えている。その後100キロほど走りましたが、警告灯がつくこともなく快調な走りでした。あとは純正品ではなく確
格安品なので、どこまでの耐久があるか心配ではありますが、とりあえずは大成功です。自力で消去したいあなたのために。ご視聴ありがとうございました。